はい、こんにちは。今、私がいるのは田市の山の中です。空気がね、しっとりしていて、とても湿度があって、周りは緑の壁のような森。でも、この美しい景色の中に、今、ある問題が静かに広がっているんですね。今日はその話をしたくて、ここまで登ってきました。フレンチポリネシアというと、ビーチとかラグーンのイメージが強いですよね。でも実は世界でも有数の生物多様性のホットスポットの一つなんです。フレンチポリネシアには約900から1000種類の在来植物が生育しています。そのうちの半分以上がここにしかない固有種なんです。代表的な固有種の例としてはティアレアペタヒ、ライアテア島のテメハニ山の山頂だけに咲く伝説の花です。またタシチモナーク、タシとモーリア島の森にしか生息していない小さい黒い鳥です。もしくはタシチフルーツドーブ、こちらはですね、鳥ですね。またウルトラマリンロリヒートという鮮やかなインコであるとか、もしくは山の上の雲がかかる森に育つ固有のランやシダや苔類、これら何万年もかけてこの島だけで進化してきた命たちです。一度失われた地球上のどこにも戻らない固有種なんですね。そしてこの森で今最大の脅威になっているのがこの植物ですね。大葉のボタン。マイコニアですね。マイコニア・カルバンセンス。地元ではル・キャンサー・ベルト、緑のガンと呼ばれています。怖そうな名前をしていますね。1937年にハリソン・スミスという人物が観賞用として植えたのが始まりなんです。本来はメキシコから中南米が原産の樹木で、こちら、ね、葉っぱの裏が美しいですから、見てくださいね。植えたんですね。これが爆発的な繁殖力を持ちまして、高さがね、15メートルぐらいになりますし、葉もこれ1メートルぐらいになります。そして、種もですね、20万個ぐらい種を作るんですね。で、大木になると年間300万から900万個種を作ります。で、この種は土の中で19年ほど眠ることもできます。小さい種ですので、私たちの靴にもつきますし、鳥にもくっついていきます。で、巨大な葉で、日陰を作りまして、地面に光が届かなくなります。そうすると、在来の植物が、こうね、芽生えなくなります。そして仮想植生が消滅。そして雨が土を直接叩き、土壌が侵食されて土砂崩れが起きて、急斜面がこちらの方にできます。そして浅い根のせいで山の保水力が落ちて、川や海の生態系にも影響を及ぼしていきます。サンゴにね、土砂が入ってくるのもこの植物のせいだとも言われています。タヒチ島の自然林の約60から70%これすでに占拠していまして、タヒチ島だけで700から900種類の在来植物を絶滅に追い込んだ、危機に追い込んだ植物です。モーリアライアテアタハフワヒネマルキサスヌクヒバファイツバ、もう全てに拡散しました。たった1本の観賞用の木が90年足らずで一つの島を丸ごと変えてしまった、これが侵略的外来種の怖さなんですね。こちら3つのアプローチで今ね、この植物と私たちは戦っています。一つは物理的に、ね、取り除く、抜き取る。1992年、93年、95年ね、駆除作戦でなんと45万本以上もこれ抜き取りました。ただし、種が土中に19年間も残るので、これ何年も何年もやらなくてはいけません。で、もう一つは科学的駆除です。この幹の根元に除草剤をかけるということを、ハワイを中心にやっています。で、もう一つが生物的の防御ですね。これ一番注目されています。これは葉っぱにですね、斑点を作る菌を植え付けるということをしています。タシに導入しまして、かれこれね、こう何年間か経っていますが、5年間もモニタリングすると、マイコニアのね、6から36%が落葉したんだと。ね、こうと言いますが、落葉したんだというふうにこう言われております。このね、防除候補として研究中の中には、菌だけではなくて、今、虫とかもね、慎重に選んで天敵として連れてくるという、地道な研究が今ね、行われています。少しずつ森を取り戻しつつありますが、皆さんどうでしょうかね。確か遠い国の話と思うかもしれません。でも、生物多様性を守ることは、どこに住んでいても今日から始められます。旅行者として、訪問者として、靴の底とか衣服とかカバンのね、泥を落としてから山に入る。種子の、ただ乗りをこうやって防ぎます。
もしくは決められた登山道から外れない、もしくは植物や花を持ち出さない、野生動物に餌を与えない、で、地元のエコツアーやね、保全の NPO に参加する。日常生活でできることはね、たくさんあります。観葉植物を買うことがあると思いますけど、その観葉植物のね、原産地をチェックして、美しい外来種がもしかしたら次の侵略種になるかもしれません。使い終わったら、観葉植物を野外に捨てるんではなくて、ゴミとして扱う。在来種の植物をね、庭に選ぶ。国際的な、ね、保全団体があります。IUCN とか、バードライフとか、ね、地域の NPO があります。そこを支援したりすることもできるかもしれません。侵略的外来種のニュースをね、家族や友達と話すことも良いことかもしれませんね。SNS でこういうふうにシェアしたりとか、子供たちに固有種という概念を伝える。もうここにしかないので、これが絶滅すると世界中からなくなるもんですね。今目の前に広がるこの緑の中には、もう数万年をかけて進化してきた命がいます。そしてこの景色をね、100年後の誰かにも見てもらいたい。そう思う人が一人でもね、増えると、自然はきっともう少し長く残ってくれます。タッシーの山の上から私はね、そう信じています。では皆さん、お時間いただきましてありがとうございました。よろしかったら、チャンネル登録をお願いします。